宮脇さくらの美女編の歴史。 HKT48、アイズワン、ルセラフィム。進化し続けるクラが好きすぎてどれが一番か決められない。桜直伝、自己流のメイク全力解説も。ルセラフィムのメンバーとして活躍する宮脇さくらは、ルセラフィムとしてデビューする前からもアイズワンや HKT48 に所属し、長年アイドルとして活動してきたスーパーアイドル。そう思うまさに完璧な究極アイドルなんです。そしてそのビジュアルは各グループに所属していた時期やそのコンセプトに合わせて変化してきました。今回はそんな桜の歴代美女をまとめて一気に比較と、そんなみんなの憧れ桜が普段どんなメイクをして、どんなコスメを愛用しているのかまでチェックしていきたいと思います。まずは桜のアイドルとしての原点ともいえる HKT48 時代。もともと子役の経験もあった桜は、2011年に HKT48 の1期生として13歳の若さでアイドルデビューを飾ります。デビュー当時はやはりまだまだ幼い印象が強いですね。総選挙では回数を重ねるごとに着実に順位を伸ばしていき最終的には3位を獲得。この頃から努力家としての一面が伺えます。桜強美ペンのユンジンも、桜はいつも勤勉で意欲的に挑戦する姿が印象的と熱く語っておりました。ちなみにユンジンは桜が好きすぎて桜をスマホのロック画面にしていたとか。詳しくはこちらで。桜の努力家な姿勢は培われてきたものなのですね。HKT48 の主力メンバーだった桜の当時のビジュアルといえば、やはりストレートのショートボブの印象が強いのではないでしょうか。今でこそルセラフィムの最年長メンバーとしてグループのお姉さんキャラの桜ですが、 HKT48 時代はあどけない美少女感があります。続いて桜が K-POP アイドルとしてデビューを果たしたアイズワン時代の美女を見ていきたいと思います。桜のアイドル人生に一度目の転機が訪れたのは2018年のこと。日韓合同のオーディション番組プロデュース48に参加した桜は全体2位の成績を収めアイズワンとして華々しく K-POP アイドルとしてデビューを果たしました。アイズワンのメンバーとして韓国でデビューすることになった桜は HKT48 時代とは一転して大人っぽさとガーリーな雰囲気を兼ね備えたビジュアルに、メイクも韓国風となり、この頃から女性ファンの割合も増え始めました。K-POP ではカムバックごとにコンセプトが変わるため HKT48 時代と比べるとよりバラエティに富んだスタイリングを見ることができるようになりました。そしてアイズワン時代の桜の美女の中で最も話題となったのがロングのピンクヘアスタイル。2020年10月18日にアイズワンの公式インスタグラムにて桜のピンクヘアが公開されると瞬く間に大きな反響を呼びました。このピンク桜はもう本当に伝説すぎる。ハイブさん、また桜をいつでもピンクに染めてもらってもいいですよ。HKT48 時代は黒髪や茶髪のイメージが強かったこともあり、この大胆なイメチェンはファンを驚かせました。それにしてもピンクの髪色がここまで似合うなんてさすがです。ここからはルセラフィムとして活躍する現在の桜についてまとめていきます。アイズワンのメンバーとして韓国デビューした桜に2度目の転機が訪れたのは2022年のこと。アイズワンとしての活動を終えた桜は、ハイブ初となるガールズグループルセラフィムとして再デビューを飾りました。桜にとって3度目のデビュー。このアイドルエリートめ、ガールクラッシュなコンセプトを押し出したルセラフィムでは、桜のビジュアルもアイズワン時代からよりクールで洗練された印象に、楽曲のコンセプトもデビュー曲のフィアレスに代表されるように、女性らしくも力強いものが多く女性ファンが爆発的に増えました。アイズワンではピンクや金色といった明るい髪色が多かった桜ですが、フィアレスでデビューした当初はクールな印象の黒髪に、ルセラフィムのガールクラッシュなイメージに合わせ、メイクも大人っぽいものに変わっています。ちなみにチェウォンも可愛らしかったアイズワン時代から一変して、黒髪のプッツンボブは俺たちのチェウォンに何をしてくれたんだと賛否が分かれましたが、かっこいいチェウォンも今や板につきましたね。チェウォンの美女編の歴史はこちらでご紹介しております。セカンドミニアルバムのアンチフラジャイルでは、やや暗めの茶髪に、フィアレスの頃と比べるとメイクも明るいトーンになって、どこかアイズワン時代の面影も感じますね。
黒髪も良かったけど、やっぱり桜はふんわりした雰囲気が似合うな。ルセラフィム初となるレゴシングル、パーフェクトナイトでは、グレーがかった青髪を披露。派手髪桜再来。この美女は会津湾時代のピンク桜を連想させ、クラペン大歓喜でした。やっぱりクラオンに派手髪が似合う。青髪でお団子ハーフアップの時なんてもう、二次元美女、絶対どっかのファンタジー世界のプリンセスだよ。そして青桜と同時期ユンジンはオレンジに、ワンピースのナミさんみたいだと話題になりました。この時の感動はこちらでじっくり語らせていただいております。ルセラフィムとしてデビューしてからは黒髪や暗めの茶髪、アッシュブルーなどの落ち着いた髪色がメインとなっていた桜。しかしサードミニアルバム、イージーのカムバックに合わせて久しぶりの金髪を披露。毛先がグリーンがかった黒髪になっており、ピカチュウヘアとして話題を集めました。HKT48、アイズワン、ルセラフィムと各グループのコンセプトに合わせて様々なビジュアルを披露してきた桜ですが、それぞれに違った魅力があってどれが一番か決められないですね。ファンの反応は、日本の時の可愛らしさと、韓国での凛としてかっこいいまっすぐな姿両方素敵。髪がピンクの時の美女本当に好き。HKT の時は可愛いアイドルって感じだったのに、今は綺麗でかっこいいお姉さんアイドルって感じで好きです。TT。アイズワンデビュー前でも垢抜けてるなって思ってたのに、活動するにつれて垢抜けすぎて女神になってるの驚く。派手髪が似合って美女の良さが爆発するからルセラフィムでも派手髪コンセプトやってほしいな。ここまで桜の歴代ビジュアルを見てきましたが、ここからはそんな桜の気になるメイク方法をご紹介していきたいと思います。2月15日、VOGUEの公式 YouTube チャンネルにて、桜によるスキンケアとメイクの解説動画が公開されました。ちなみにチウォンの涙袋メイクの秘密もこちらで、桜のメイク動画で毎回まず驚くのが、動画の冒頭ではすっぴん状態の桜ですが、そのままでも美しすぎる。乾燥肌だという桜は冬の間は毎晩寝る前に必ず化粧水で肌を潤し、美容液はビタミン C とレチノールが配合されているものを使っているんだそう。さらにローラーを使って顔のむくみを取ります。最後に2種類のフェイスクリームとリップバームを塗ってスキンケアは終了。続いてメイクアップですが、下地はヘラのファンデーションとルーナのコンシーラーを混ぜて使っているんだそう。プロにやってもらうステージ用のメイクは濃いから自分でやる軽めのメイクも好きと語る桜。濃いめのメイクもナチュラルなメイクも似合うからベースが最強としか言いようがない。続いてローラメルシエのアイシャドウ。こちらもわからないくらい薄くつけるのが理想だそうです。カーラーでまつげを整えたらトゥークフルフォースクールのアイライナー。最近は目尻のラインを上げるようにしているんだそう。ちなみに桜はアニメや映画などのサントラが好きで、流しながらメイクをすることが多いそうです。どんなサントラを聴いているのか気になります。続いてクリニークのチークポップをやはり色づく程度に薄く塗っていきます。シェーディングも絶対に濃くしないようにナチュラルに仕上げるのがコツだそうです。MAC のリップとグロスをまとい、最後にルラボのボディクリームを塗ればメイクアップは完了。ステージでのメイクとはまた違ったナチュラルな仕上がりがめちゃくちゃ可愛いです。さくらちゃんのスキンケアと化粧品紹介嬉しい。今回も真似して買おう。ところどころ照れてるさくちゃん可愛いし、すっぴんつよつよだしメイクしてさらに綺麗なるしすべて大好き。こんな素晴らしい貴重なメイク情報を無料で見ていいんですか？もう最強。というか今更だけど金髪のお団子ヘアも可愛すぎ。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。